解説、タツノコプロ伝説、ガッチャマンだけじゃない。昭和の子供たちを熱狂させた不滅の傑作アニメベスト10。ねえマリサ、昭和のアニメにはたくさんの名作があるけど、特にこの会社の作品は別格って言われていたような、伝説の制作会社ってあったのかしら？もちろんだぜ。今回は日本のアニメ史に輝く伝説の制作会社、タツノコプロが生んだ、不滅の傑作たちをランキング形式で紹介するぜ。タツノコプロ、ガッチャマンの会社よね。どんなところがそんなにすごかったの？タツノコプロの魅力は、ヒーローの苦悩を描く深いドラマ性と、今見ても最高にクールなデザインセンスだ。そして何よりも、単なる完全懲悪に終わらない、人間ドラマの奥深さ。本物のかっこよさがそこにあったんだぜ。なるほど、だから今も語り継がれているのね。どんな作品が登場するのか楽しみだわ。今回は主力の傑作を10位から紹介するぜ。みんなが夢中になった作品は入ってるかな？最後までゆっくりしていってくれよな。第10位、昆虫物語、みなしごハッチ、1970年。さあ、いよいよベスト10の発表ね。記念すべき第10位は、一体どんな作品なのかしら？第10位にランクインしたのは、タツノコメルヘン路線の代表作、昆虫物語みなしごハッチだぜ。かわいいミツバチのハッチが、お母さんを探して旅をする物語だな。あ、知ってるわ。絵本で読んだことがあるような。確か、心温まる感動の冒険物語。って感じだったわよね。それがな、レイム。そのイメージは、ある意味正しくて、ある意味全く違うんだ。このアニメが伝説として語り継がれている本当の理由は、子供向けアニメの常識をはるかに超えた、あまりにもハードで悲劇的なストーリー展開にあるんだぜ。え、そうなの？一体どういうこと？まず衝撃的なのが、物語の始まり方だ。普通のメルヘンなら希望に満ちたスタートを切るだろ？だがハッチは違う。なんと第1話の冒頭、スズメバチの襲撃によって、いきなりふるさとのミツバチ王国が滅ぼされるところから始まるんだ。そして、主人公のハッチは母親と生き別れ、たった一匹で過酷な旅に出ることになる。いきなり国が滅ぶの？そんなの悲しすぎるわ。でも、旅の途中で優しい仲間たちと出会って、助け合っていくんでしょ？もちろん心優しい虫も登場する。だが、その出会った友達の多くが、カマキリなんかの天敵に食べられたり、寿命を迎えたりして、ハッチの目の前で次々と死んでいくんだ。そこには弱肉強食という、自然界の容赦ない掟が情け無用で描かれていた。さらに、人間は自然を破壊する絶対的な悪役として描かれていて、子供向けとは思えないほどシリアスなテーマも扱っていたんだぜ。聞いているだけで胸が痛くなるわね。そんなに辛いことが続いたら、心が折れちゃいそう。ああ、だからこそ、どんな困難にも負けず、たった一つの希望である母親との再会を信じて旅を続けるハッチの姿が、当時の子供たちの胸を強く打ったんだ。ただ可愛いだけの物語じゃない。命の尊さと、親子の絆の強さを、強烈な悲劇を通して描き切ったからこそ、この作品は忘れられない不朽の名作として、今もなお語り継がれているんだぜ。第9位、紅三四郎、1969年。さて、続く第9位の発表ね。ハッチが悲劇の物語だったから、次はもっとスカッとするような作品だといいな。それなら任せてくれだぜ。第9位は、タツノコアクションの美学が詰まった名作、紅三四郎だ。紅三四郎？なんだか強そうな名前ね。どんなお話なの？これはな、紅流柔術の達人三四郎が、父の命を奪った、片目の男という唯一の手がかりを頼りに、愛車のバイクで世界中を旅する物語だ。ロードムービー的な魅力に溢れた作品だったんだぜ。バイクで世界を旅しながら仇を探すなんて、なんだかハードボイルドでかっこいいわね。ああ、そしてこの作品が子供たちを熱狂させた最大のポイントが、行く先々で繰り広げられる異種格闘技戦だ。相手は空手の達人やプロボクサー、果ては妖術を使う敵まで、本当に何でもあり、
そんな強敵たちを三四郎がどう倒すのか、毎週ハラハラしながら見ていたんだぜ。柔術で妖術使いと戦うの。すごい展開ね。一番の見どころはやっぱり柔術の技だったのかしら？技ももちろんだが、この作品を語る上で絶対に外せないのが、戦闘前のお約束の決めシーンなんだ。三四郎は普段私服なんだが、敵と対峙するとおもむろに赤い柔道着を空高く放り投げる。そして落ちてくる間に鮮やかに袖を通し、黒帯をビシッと締めて構えるんだ。この一連の流れがヒーローの変身シーンみたいで、もう息を飲むほどかっこよかったんだぜ。わあ、すごくスタイリッシュ、目に浮かぶようだわ。技を見せる前に、まず様式美で見せるなんておしゃれね。だろ？さらにこの作品は、後のアニソン女王堀江光子さんが、初めてアニメの主題歌を歌った記念碑的な作品でもあるんだ。スタイリッシュなアクションと、後のアニメ史につながる音楽の伝説。これが、紅三四郎が9位にランクインした理由だぜ。第8位、田舎っぺ大賞、1970年。スタイリッシュなアクションの次は、第8位ね。今度はどんな作品が登場するのかしら？第8位は、タツノコラグ路線の金字塔。そしてタツノコプロが初めて外部の漫画原作をアニメ化した記念碑的作品でもある、田舎っぺ大賞だぜ。田舎っぺ大賞、なんだか聞いたことある名前だわ。柔道をする男の子の話よね。でも、あれってタツノコプロのオリジナルじゃなかったんだ。ああ、原作は、巨人の星でも有名な川崎昇先生だ。この作品の魅力は、なんといっても主人公風大左衛門のキャラクターだな。普段は音楽を聴くと裸で踊り出したりするドジな少年なんだが、実は黒帯の実力者で、やるときはやる、やればできるを体現したようなキャラクターで、そのギャップが最高に面白かったんだぜ。ただのドジな子じゃないのね。普段とのギャップでかっこよさが際立つって、なんだか応援したくなっちゃうわ。だろ？そして、そんな大ちゃんを支える師匠が、なんと二足歩行で人間の言葉を話す虎猫のにゃんこ先生なんだ。このコンビがまた絶妙でな。にゃんこ先生が伝授した必殺技、キャット空中未回転をかける時の、トッテンパーのにゃんパラリって掛け声は、当時の子供たちの間で大流行したんだぜ。猫合唱。それにその掛け声、すごくユニークね。一度聞いたら忘れられなさそう。子供たちが真似したくなるのもわかるわ。そしてこのアニメ、音楽にもとんでもない伝説が隠されているんだ。オープニングテーマの大ちゃん数え歌を歌っていた吉田よしみという歌手。誰だか知ってるか？実はこの方こそ、後の演歌界の大御所、天童よしみさんなんだぜ。当時まだ10代だったんだ。天童よしみさんが歌ってたの。それは全然知らなかったわ。すごい逸話ね。だろ？愛すべきキャラクターと流行語になった必殺技。そして今や伝説となった主題歌。タツノコプロの新たな挑戦が見事に花開いた傑作コメディ。それがこの田舎っぺ大賞なんだぜ。第7位、宇宙の騎士テッカマン、1975年。お次は第7位ね。タツノコプロといえば、やっぱり SF ヒーローアクションのイメージが強いわ。そろそろ、そういう作品が来るんじゃないかしら？その通りだぜ。第7位は、ガッチャマン、キャシャーンに続くタツノコ SF ヒーロー路線の意欲作。あまりにもハードな設定と、伝説的な最終回で語り継がれる悲劇の傑作。宇宙の騎士テッカマンだ。宇宙の騎士、なんだかロマンチックな響きね。デザインも、今までのヒーローとはちょっと違う感じがするわ。いいところに目をつけたな。テッカマンのデザインは、中世ヨーロッパの騎士が身につける鎧がモチーフなんだ。そして物語も非常にシリアス。敵は宇宙からの侵略者なんだが、それ以前に地球自体が環境破壊のせいで、あと数年で滅亡する運命にある、という絶望的な状況からスタートするんだぜ。敵と戦う以前に、もう地球がダメになっちゃうの？そんなの、どうしようもないじゃない。そうなんだ。だから主人公の南ジョージは、人類を他の星に移住させるための時間を稼ぐために戦い続ける。変身する時のペガス、テックセッターという叫びや、必殺技、ボルテッカの掛け声には、
悲壮な覚悟が込められているように聞こえたもんだぜ。重い使命を背負って戦っていたのね。なんだか、タツノコヒーローらしい悲哀を感じるわ。ああ。だが、この作品が本当の意味で伝説となったのは、その終わり方なんだ。実はこのアニメ、そのシリアスすぎる内容が当時の子供たちには受け入れられにくかったこともあり、人気が出ずに半年で打ち切りになってしまったんだ。だから物語は未完のまま、最終回は、敵の巨大な宇宙要塞に、主人公の鉄火マンが一人で突っ込んでいく、という衝撃的なシーンで幕を閉じるんだ。ええそこで終わり、その後の鉄火マンや地球の運命は、全く描かれなかったってこと？その通り。そのあまりにも有名なラストシーンは、多くのファンの心に強烈な印象を植え付けた。結果的に、その衝撃的な未完の結末こそが、この作品を唯一無二の伝説として語り継がせる要因になったんだ。あまりの人気に、後に OVA で続編やリメイク作品が作られたほどなんだぜ。第6位、ハリケーンポリマー、1974年。ハードな作品が続いたから、次は明るい雰囲気の作品が見たい気分だわ。第6位は何かしら？任せとけ。第6位は、それまでのシリアス路線からガラリと雰囲気を変えた、痛快アクションコメディの傑作。その名も、ハリケーンポリマーだぜ。ハリケーン。すごい名前ね。どんなお話なの？舞台は、アメ本国ワシン教師っていう無国籍風の都市で、主人公の鎧武士は普段、三流探偵事務所で働くドジな青年なんだ。だが、事件が起きると特殊なヘルメットでポリマーに変身して悪を撃つ。っていうギャップが魅力だったんだぜ。普段はドジだけど、変身するとかっこよくなるっていうのは王道でいいわね。どんな風に戦うの？この作品が作られた当時は空前のカンフーブームでな。ポリマーの顔もブルース・リーがモデルになっていて、戦闘スタイルも拳法がメイン。敵を倒す時に発する、アチョーっていう独特の怪鳥音も、ブルース・リーを意識したものだったんだ。この声がまた最高にクールだったのぜ。カンフーヒーローだったのね。それは子供たちも夢中になったでしょうね。ああ、彼が使う自ら編み出したハリケーン流っていう拳法は、まさに変幻自在だったぜ。さらに、ポリマーはただの拳法家じゃない。高型の飛行形態、ポリマーホークや、水中を進むポリマーグランパス、地中を掘り進むポリマードリルみたいに、様々なメカ形態に転身して、陸海空あらゆる場所で戦えたんだ。すごい、一人でガッチャマンみたいに戦えるってことね。強すぎるわ。そうなんだ。普段のコメディタッチな日常と、転身後の無敵の強さ。その痛快なギャップと、時代を捉えたカンフーアクション。そして多彩なメカへの転身能力。この3つの魅力が融合したハリケーンポリマーは、タツノコヒーローに新たな風を吹き込んだ傑作なんだぜ。第5位、ハクション大魔王、1969年。カンフーヒーローの次は、いよいよ第5位ね。だんだん上位に近づいてきて、ドキドキするわ。第5位は、タツノコプロの名前を知らなくても、このキャラクターを知らない日本人はいないんじゃないか？タツノコラグアニメの最高傑作、ハクション大魔王だぜ。わあ、ハクション大魔王、もちろん知ってるわ。くしゃみをすると壺から出てくる、あの魔王様よね。その通り、アラジンと魔法のランプをベースに、くしゃみっていう生理現象を結びつけたアイデアが天才的だったな。壺から現れる時の呼ばれて飛び出てじゃ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 ーんって決め台詞は、もはや国民的なフレーズになったぜ。確かに、あのセリフはみんな知ってるわよね。大魔王って、魔法は使うけど、どこかドジで憎めないキャラクターだった記憶があるわ。そうなんだ。魔法の腕はいまいちで、いつもドタバタ騒ぎを巻き起こす。涙もろくてお人よしで、大好物のハンバーグのことになると見境がなくなる。そしてなぜかブルドッグが苦手。そんな人間味あふれるキャラクターだったからこそ、みんなに愛されたんだな。娘のあくびちゃんも可愛かったわよね。あくびをすると出てくる、おてんばな女の子。ああ、あくびちゃんはタンバリンを叩いて魔法を使うんだが、これがまたいたずら好きでな。主人公のカンちゃんに恋心を抱いているような描写もあって、そのけなげな姿も可愛かったんだぜ。
このコンビが毎週お茶の間を笑いの渦に巻き込んだんだ。聞いているだけで、なんだか心が温かくなるわね。ずっと続いて欲しくなるような、そんなアニメだったのね。だからこそ、最終回は本当に切なかったぜ。魔法の世界の掟で、大魔王とあくびは100年の眠りにつかなければならなくなる。涙の別れのシーンは、多くの子供たちの心に深い感動を刻み込んだんだ。世代を超えて愛されるキャラクターと、笑い、そして涙。これぞタツノコラグの真骨頂だぜ。第4位、タイムボカンシリーズ、1975年。さあ、ついに第4位よ。タツノコプロのヒーローものとギャグものが融合したような作品ってあったのかしら？その通り、第4位は、その2つを完璧に融合させ、タツノコプロの新たな黄金時代を築いた、不滅のシリーズ。タイムボカンシリーズだぜ。タイムボカン、ヤッターマンとか、ドロンボー一味が活躍する、あのシリーズのことよね？そうだぜ。このシリーズが画期的だったのは、もはや主役は正義の味方ではなかったことだ。視聴者が本当に夢中になったのは、女ボス、メカ担当の痩せ男、力担当のデブ男で構成される悪玉トリオ、いわゆる三悪の方だったんだ。確かに、子供心に、ドロンボー一味ってなんだか憎めなくて、むしろ応援したくなるような不思議な魅力があったわ。だろ？その原点は第一作、タイムボカンに遡る。彼らが乗るユニークなメカニマルと、爆発後に頭部だけが脱出するタイムガイコッツのデザイン。この時点で、シリーズの基本フォーマットはほぼ完成されていたんだ。あのコミカルなメカデザインは、タツノコプロならではって感じがするわよね。ああ。そしてシリーズの人気を決定づけたのが、ヤッターマン以降で確立されたお約束の展開だ。ポチッとなとボタンを押すと、とどめのメカが登場するが必ず自爆。そして、敗北したドロンボー一味は、ボスであるドクロベイからきついお仕置きを受ける。この一連の流れはもはや伝統芸能だったな。わかっていても、毎週それが見たくてテレビの前に座っちゃうのよね。あの安心感はすごかったわ。そうなんだ。主役を食うほどの魅力を持った悪役と、毎週のお約束が生み出すカタルシス。そして、ドロンジョ役の小原乃梨子さん、ボヤッキー役の柳ジョージさん、トンズラー役の立壁和也さんという、後のシリーズでも不動の三悪を演じた声優陣の貢献も絶対に外せない。さらに、歌手の山本正幸さんが手掛けた一度聴いたら忘れられない名主題歌の数々。これらが完璧に融合したからこそ、タイムボカンシリーズは10年以上にわたって日本中に愛される巨大なブランドになったんだぜ。第3位、心臓人間キャシャーン、1973年。いよいよトップ3の発表ね。第3位は、一体どんな伝説が待っているのかしら？第3位は、タツノコヒーローの中でも、その悲壮さにおいて頂点に立つと言っても過言ではない。伝説のダークヒーロー、心臓人間キャシャーンだぜ。キャシャーン、名前は聞いたことがあるわ。なんだか、すごく切ない物語だって。ああ。その全ては有名なオープニングナレーションに集約されている。たった一つの命を捨てて、生まれ変わった不死身の体。このフレーズだけで、彼の背負った宿命の重さが伝わってくるだろ？聞いているだけで胸が締め付けられるようだわ。自分の命を捨てて、一体どういうことなの？物語は、主人公東哲也の父が開発した公害処理用ロボットが人類に反乱を起こすことから始まる。哲也はアンドロ軍団と戦うために、父に頼み、自らの体を改造させ、二度と人間に戻れない心臓人間になることを選んだんだ。自分の意志で、人間であることをやめたヒーローなんだぜ。なんて壮絶な覚悟なの。守るべきもののために、人間であることさえ捨ててしまうなんて。しかも、敵であるアンドロ軍団はもともと公害を処理するために作られたロボット。公害の元凶である人類を排除しようとするのは、ある意味、彼らにとっての正義とも言える。単純な完全懲悪では語れない、哲学的なテーマが根底にあったんだぜ。そんな、敵にも正義があるなんて、キャシャーンは一体何のために戦っているのか、わからなくなりそうだわ。さらに彼を追い詰めたのが、守るべき人間たちの裏切りだ。
物語の後半、キャシャーンが機械の体であることが知られると、人々は彼を恐れ、迫害する。敵からも人間からも孤立するんだ。そんな彼の唯一の相棒が、万能ロボット犬、フレンダーだったんだぜ。悲しすぎるわ。でも、その究極の孤独があったからこそ、彼の戦う意味がより一層際立って、人々の心に深く刻まれたのね。その通りだ。自己犠牲の精神、単純ではない敵の正義、そして守るべきものからの裏切り、アニメという枠を超え、正義とは何かを問い続けた深遠な物語。それこそが、心臓人間キャシャーンが不滅の傑作たるゆえんなのぜ。第2、マッハ555、1967年。いよいよ第2位の発表ね。ここまで様々な伝説を見てきたけど、一体どんな作品がランクインしたのかしら？第2位は、タツノコプロ初のカラーテレビアニメにして、その名を世界に轟かせた伝説のカーレースアニメ、マッハ555だぜ。マッハ555、白くてかっこいいレーシングカーが活躍するアニメよね。これもタツノコプロだったんだ。そうだぜ。この作品は、企画の段階から海外への輸出を強く意識して作られた、タツノコプロの世界戦略の先駆けとも言える作品なんだ。だから今見ても古臭さを感じない、普遍的なかっこよさがあるのね。やっぱり一番の魅力は、あのマッハ号のデザインよね。ああ、間違いないな。そして子供たちを夢中にさせたのが、ハンドル中央の A から G のボタンで操作する7つの秘密兵器だったんだ。あったわね。ボタンを押すとジャンプしたり、ノコギリが出てきたり、男の子じゃなくても、あのギミックにはワクワクしたわ。A ボタンでオートジャッキによるジャンプ、B ボタンで悪路を走るベルトタイヤ、C ボタンで障害物を切り裂くカッター。あのボタンを押せばどんなピンチも切り抜けられるんだっていう万能感は、当時の少年たちの心をわしづかみにしたんだぜ。そして物語のもう一つの魅力が、主人公三船豪雨を影から助ける謎の覆面レーサーの存在だ。いたわね。謎めいててかっこいい人。彼は一体何者だったの？その正体は、父と喧嘩別れして行方不明になっていた、豪雨の兄健一だったんだ。正体を明かせないまま弟のピンチを救い、何も言わずに去っていく。この兄弟のドラマが物語に深みを与えていたんだぜ。この作品はアメリカでは、スピードレーサーというタイトルで大ヒットを記録し、後のハリウッド映画にも多大な影響を与えたんだ。すご。日本のかっこいいが、世界中に届いたってことね。その通りだ。世界水準のデザインセンスと、少年心をくすぐる秘密兵器、そしてドラマチックな物語。タツノコプロが世界へ羽ばたく、その原動力となった不滅の傑作だぜ。第1位、科学忍者対ガッチャマン、1972年。ついに来たわね。栄光の第1位タツノコプロの頂点に立つ作品は、一体何なのかしら？もはや説明不要かもしれないな。タツノコプロの代名詞にして、日本のアニメ史を永遠に変えた不滅の金字塔。第1位は、科学忍者対ガッチャマンだぜ。やっぱりガッチャマン、タツノコプロといえば、この5人のヒーローを思い浮かべる人が一番多いんじゃないかしら。その通りだぜ。この作品が革命的だったのは、個性豊かな5人がチームで戦うというヒーローもののフォーマットを確立したことだ。リーダーのケン、ニヒルナジョー、紅一点のジュン、ムードメーカーのジンペイ、力持ちのユウ。この5人の人間ドラマが、子供だけでなく多くの大人をも魅了したんだ。キャラクター同士の関係性がすごく面白かった記憶があるわ。メカも本当にかっこよかったわよね。5機の G メカが合体する万能戦闘機、ゴッドフェニックスは、まさに当時の少年たちの憧れの象徴だった。そして、絶体絶命のピンチにのみ使われる必殺技。科学忍法火の鳥。機体が炎の鳥となって敵に突っ込むあの姿は、圧巻の一言だったぜ。敵のキャラクターもすごく印象的だったわ。独特な声の、ベルクカッツェだな。彼もまた、アニメ史に残る伝説の悪役だ。単なるやられ役ではなく、その正体は謎に包まれていてミステリアスな魅力があった。敵役にも深いドラマを持たせたことが、
この作品の評価を不動のものにしたんだ。ヒーローも、メカも、敵役までもが魅力的。完璧な夫人だったのね。それだけじゃない。公害や戦争といった社会的なテーマを扱い、時には忍者隊が敗北することもあった。アニメを単なる子供の娯楽から、重厚なドラマを描く作品へと昇華させた、まさに革命的な一作。タツノコプロの最高傑作と呼ぶにふさわしいぜ。総評またはまとめ。いやー、本当にすごいランキングだったわね。どの作品も思い出深くて、胸がいっぱいよ。だろ？ SF アクションからギャグまで本当に引き出しが多いよな。もちろん、今回紹介しきれなかった名作もたくさんあるんだぜ。そうなの？例えばどんな作品があったの？タツノコ初のテレビアニメ、宇宙エースや、ドキュメンタリータッチの異色作、アニメンタリー決断とかな。こういう挑戦的な作品も含めて、タツノコ伝説なんだぜ。ヒーローの苦悩を描く深いドラマ性と、今見ても全く色あせない独創的なデザインセンス。それこそがタツノコ作品が今も愛される理由なのかもしれないわね。そういうことだな。ガッチャマンが生んだチームヒーローの概念は後のスーパー戦隊シリーズに、タイムボカンシリーズの3悪はポケモンのロケット団にも影響を与えたと言われている。タツノコプロが日本のアニメに残した功績は計り知れないんだぜ。まさに伝説の制作会社ね。ああ、みんなの一番好きな作品や、思い出のシーンもぜひコメントで教えてくれよな。この動画が懐かしいと思ったら高評価とチャンネル登録、よろしく頼むぜ。それじゃ、またな。